はい、じゃあ後半戦ということで、ワイヤレスレンズコントロールと組み合わせた使い方紹介していこうと思います。まず最初にですね、このフォーカスステーションの説明をちょっとしようかなと思います。これ今僕の横にあるこれ、私が普段現場でやっているスタイルをそのまま持ってきたんですけれども、常にこうリモートフォーカスを使うようになると、なかなかずっとこうコントローラーを持ったまま現場立ち回るっていうのは大変です。なので僕の場合はこういうスタンドにモニターとシネ RT とリモートフォーカスを立ててですね、フォーカスステーションと呼ばれる、フォーカスマン用のベースですね、作ってやることが多いです。ただ落ち着いて撮影できるスタジオだといいんですけれども、すごい狭いハウススタジオだとかそういった場合はですね、フォーカスコントロールを外していただいて、よいしょ、手持ちのスタイルでね、こういったモニターを別でつけて、手持ちでこうカメラを追いかけながらやるというスタイルもあるかと思います。フォーカスプロは皆さんそれぞれやり方があるんで、いろいろ、はい、皆さんやりやすいようにやっていただければと思います。はい、今ですね、セッティングとしてはですね、こちら Alexa mini に WCU4 をリンクしてですね、モーターは C フォースモーターを、アイリスとフォーカスにかましているという状況です。はい、もうすでにいろいろ設定はできてて、もうすでにアイリスとフォーカスのコントロールが WCU4 からできる状態と、ただまだシネ RT からの距離情報は入っていません。なのでこれからちょっと入れていこうかなと思います。今のセッティングなんですけれども、シネ RT の方今 DTAP からの電源ケーブル1本で動いています。これだけでもシネ RT としては機能するんですけれども、レンズデータに距離情報を入れるためには別のケーブルを使う必要があります。一回これを抜いてシネ RT を、オフにして、はい、今回のようなセッティング、C フォースモーターなどのこう L バスケーブルを使ったモーターを使っている場合ですと、この L キューブと呼ばれるシリアルコンバーターが必要になります。型番でいうとアリの CUB1 という機材ですね。これをつけまして、はい、こちら同じく L バスケーブルで、カメラから今アイリスモーター、フォーカスモーターとデイジーチェーンでつながっているんですけれども、必ずこのチェーンの末端につなぐようにしてください。チェーンの末端にこの L キューブをつないでいただいて、はい、でシネ RT からこの L キューブまでを、先ほどまでも使ってましたこのシリアル Y ケーブル、パワーケーブルと、距離情報を送るシリアルケーブルが1本になったものですね。こちらを再び挿していきます。はい、この状態でパワーが入りまして、まもなくするとこの WCU4 に距離が出てきます。ちょっとたくさん、一回手前のそうですね、その辺りちょっと立っていただいて、はい、今この画面見ていただければ分かるんですけれども、シネ RT で感知した距離と同じものがこの WCU4 の画面に来ています。なのでこの数字を見ながら、フォーカスを合わせていただいて、今ですと9フィート2というふうに合わせることができます。で今このレンズなんですけれども、Alexa と、マスタープライム、こちらレンズデータシステムに対応しているレンズでして、もうレンズをつけるだけで電子的にレンズデータがこちらに表示されます。でこういったレンズデータが使えるカメラと、LDS を内蔵したレンズの場合はもう本当にこうシネ RT を今みたいに接続していただけるだけでこれをガイドにしながらフォーカスを送ることができます。そうですね、たくさんなんとなく20フィートから6フィートの距離あたりを歩いてもらってもいいですか。20から6ぐらいですね。その辺からスタートで大丈夫です。はい、今ごめんなさい、ちょっと一回フォーカスを送らずに見てみますね。このレンズデータの画面にこの緑の矢印見えるかと思います。これがちょうど今計測している距離22フィート6の位置にこの矢印が来てます。たくさんじゃあ一回6フィートまで歩いてください。で彼が歩くのと同時にこの矢印が今動いていくのが分かるかと思います。ありがとうございます。じゃあもう一回これ20フィートまで戻ってください。でこれをガイドにフォーカスを送ろうというわけです。実際にフォーカスを送ってみます。
じゃあそこから6フィートまでお願いします。こうやってこの矢印が動くのを見ながら、はい、こういった感じですね。はい、このようにこの矢印を追うという作業でガイドとして使いながらピントを送るという方法です。ありがとうございます。はい。今のが一番簡単なガイドの使い方なんですけれども、もう一つこのレンズデータの活用ということで、プリマークディスクの紹介をしようかと思います。ちょっと寄っていただいてありがとうございます。プリマークディスクってもともとこの印刷されている距離がすでに印刷されているリングなんですけれども、このリングを使うことで、現場がやりやすくなるよというのを見せていきますが、はい、このプリマークディスクなんですけど、このそれぞれ視近の距離違いで何種類かあります。だいたい4種類ぐらいあるんですけれども、今僕がこの WC4 につけたリング、これは視近が20インチのリングです。つまり1回転してインフから一番手前が20インチだよというリングですね。はい、でこれをつけていただいて WC4 のメニューに入って一番上のプリマークフォーカスリング選択して、今20インチをつけているので20インチを選択してセット。このワンタッチでですね、この画面上のレンズデータがこの物理的なフォーカスノブのプリントされた基線と一致します。これでもう一度たくさんに歩いてもらいましょうかね。はい、じゃあそこからそうですね、大体6フィートぐらいまでお願いします。はい、このように画面を見ていただいてもいいですし、今マッピングしたディスクを見ながら送ってもいいよということですね。じゃあたくさんそこ6フィートの位置覚えていただいて、ここでレンズを1回交換したいと思います。50ミリですかね。はい、マスプラの50ミリで大丈夫です。はい、今このマスタープライムってLDS が内蔵しているレンズを使っているので、もらいました。レンズをつけてキャリブレーションをしてもらうだけで自動的にレンズデータが WC4 の方に送信されます。今マスプラが50ミリに変わりました。キャリブレーションが終了すると、はい、これで50ミリのレンズデータが今同じように来ている状態ですね。でこの時便利なのがマッピングをもう同じリングにしているので、今フォーカス位置動かしてない6インチなんですけれども、レンズを変えても自動的にもう6インチに来ているよという状態です。こういった感じでレンズを変えても同じリングにマッピングすることで調節現場での交換が少なくて済むよということです。これでも一回フォーカスを送ってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそこからお願いします。こうやって僕今緑のこの矢印を追いかけている状態なんですが、はい、これで多分ピントが来てたと思います。はい、こういった使い方ができますよということですね。これプリマークディスクもし使えるのであればぜひ使っていただくことをお勧めします。というのはですね、全てのレンズを1本のマーキングディスクでできるっていうことは、どういうことかというと常に同じ回転角で、要するにここからここまで送ると6フィートだよというのが手の回転で何度も繰り返しているうちに感覚が出来上がってくるわけですね。で本当に熟練してくると、ハリウッドではそういう方いらっしゃるらしいんですが、もう本当に手の感覚だけで手元を見ずにピントを送ることがある程度できると。私はまだそこまでの境地には達してないんですけれども、最終的にはそういうことも可能だというところです。で一つ気をつけてほしいのが、今20インチのリングをマッピングしているので、たとえレンズが20インチより手前視近まだ余裕があったとしても、
このマッピングしている状態では一番手前に送ってもそれ以上手前までは来ません。その場合は、さらに視近が近いフォーカス、プリマークディスクに交換していただくと。一回視近が8インチのプリマークディスクに交換します。で同じようにメニューに入っていただいて、プリマークフォーカスリングを8インチを選択すると、はい、これでプリントされた基線とデジタルのレンズデータが連動するということですね。今ついてるのは 50mm で、視近が8インチまでないので、回し切っても、視近がもうレンズ自体はこれ止まってしまうんですけれども、20インチぐらいからですね。はい、こういったふうにもしワイドのレンズでまだまだ視近余裕がある場合はこうやって視近が近いプリマークディスクを交換して使っていただくということです。ちょっと余談ではあるんですけど、プリマークディスク、僕個人的な意見としてはちょっと基線が多くてまた数字もこうたくさん並んでるんで、ちょっと分かりづらいかなというのが僕個人の感想なんですけど少しあります。こうわーって数字がたくさんあるとどこだっけなとこう直感的にこう迷っちゃう時があるんで、一回これ20インチマッピングし直しますね。これが20インチです。はい、10フィートが10フィート。はい、なので僕の場合は自作のフォーカスリングを作ってます。これは僕なりに分かりやすくということでだいぶこう線を簡略化したものなんですけど、これも同じように20インチのディスクとしてプリントして作ってるんで、もしこういったやり方でねやるやり方がいたらマイフォーカスリングというのも作って使っているとだいぶやりやすいのではないかなと思っています。モーターを別のものに変える前にレンズデータに対応してないレンズの場合どうやってこの機能を使うのかというのを先に説明します。ちょっと今タクさんがセッティングをしている間に説明しますね。先ほど Alexa とマスタープライムという組み合わせで使ってまして、でマスタープライムがLDS レンズデータの機能が内蔵しているので単純にこうレンズを交換するだけでこちらにレンズデータが来たんですけれども、そういったレンズばかりじゃないと思います。今シグマのレンズに変えまして、こちらはレンズデータに対応してないのでこういった場合は自分でレンズデータのプログラミングを行わないといけません。そのやり方を今から一通りちょっとお見せしようと思います。これはレンズデータのプログラミングなんですけど、一本一本こうデジタルでピン打ちをしていくという感じです。ただよく現場でねリモートフォーカスのこの空のマーキングディスクをレンズの本数分だけ借りてで一本一本こう手書きでこう記線を書いてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、それをやるよりかはデジタルで記線を打っていただいた方がまだちょっと時間の短縮にもなるかなと。で一度レンズデータを作ってもらうと自分でそのデータを保存してね貯めておくと次回同じレンズを使った時に、前作ったレンズデータがそのまま使えるということもあります。なのでそのチェックの時間の短縮ということでもだいぶレンズデータの使用というのはおすすめです。はい、ありがとうございます。今これでシグマがつきましてキャリブレーションも完了した状態ですね。はい、でこれでもうレンズのコントロールは効くんですが先ほど言った通り LDS がないので今何のレンズデータも表示されてない状態です。はい、なのでじゃあこれから、デジタルのピン打ちをしていきます。レンズデータのプログラミングを行う前に必ずWCU4 に SD カード入っているか確認してください。この SD カードにレンズデータを保存するのでこれは必ず挿しておいてください。はい、で SD カードが入った状態で、レンズにモーターが噛んでキャリブレーションが完了している状態ですね。はい、じゃあやっていきます。実際にこのシグマの 35mm をマッピング、プログラミングしていきます。メニューに入っていただいてレンズデータを押してレンズプログラミング一番上ですねセレクトしていただいてクリエイトレンズファイルセレクトです。でキャリブレートモーターズってこうキャリブレーションしてくださいって言ってくるんですけども
今一回もうキャリブレーションを取ってあるので今スキップします。はい、でブランドを選択します。これでズームのバーをこうやっていくといろんなレンズのブランド出てくるんですけど、残念ながら今シグマがないので手打ちでカスタムで、入れていきます。シグマと決定はこの上にあるボタンを押していただいて、ごめんなさい R デリート。はい、シグマとブランドが入りました。次にタイプですね、レンズのタイプ、マスタープライムだったら MP みたいなことで打つんですけど、これはシグマのフルフレームのレンズなんで、FF と今打っていきます。FF と OK。次にこれがミリ数を選択する画面です。ズームのバーで今が35ミリ、35ミリですね、打っていただいて、次にシリアルナンバー。これはちょっと今面倒なので適当に0と打って次に行っちゃいます。ユニットですね、フィートかメーターかという選択です。でここでどの軸をプログラミングしますかと聞くので、まず最初にアイリスからいきたいと思います。選択するとまずオープンアイリス開放値の、設定をします。今これ開放が 1.5 なので 1.5 選んで OK ボタンで、続いて、1段絞った位置ですね、2と打って次にニッパチ、ごめんなさい、ニッパチ、このように順番にこう次の絞りが出てくるのでスライダーを動かしながらレンズの基線を見て合わせながらデータを打っていきます。はい、56、8、11、16と、はい、これでコンティニュー OK をして、続いて今度フォーカスの軸です。はい、一番最初にインフを打ちます。こうフォーカスのノブを回してインフに合わせていただいて OK で、インフの次は視近ですね。このレンズの視近は1フィートなので12インチ選択して OK で、そこからインフに向かってだんだん上がってくるということですね。次の基線が1フィート2なんで14インチ、続いて1フィート6なので18インチというふうにレンズの基線をこう一本一本デジタルで打っていきます。ちょっと今駆け足でやっちゃいますね。間もなくです。これ最初は難しいですが慣れてくると一本一本手書きで基線を書くよりはるかに時間は短縮できます。30フィート、50フィート、最後ですね90フィート。はい、これで全ての基線が写し終わりました。これで真ん中のフィニッシュをしていただいて、コンティニュー OK で、セーブ、真ん中のセーブを押して、さらに最後にこう保存する名前を聞いてくるんですが、このままでいいのでセーブします。はい、他のレンズをプログラムするかって聞いてくるんですが、今はもう大丈夫なのでノーとして、もう一回キャリブレーションします。はい、キャリブレーションが完了しました。この状態で、WC4 の方で先ほど作ったレンズデータを読み込んでいきます。メニューに入っていただいて、今 35mm ですね、レンズデータ、このレンズデータのトランスファー、上から2番目を選んで、先ほど作ったのがこのファイルです。シグマの FF35mm
これが先ほど作ったレンズファイルを選んで、センド送ると。これでカメラにレンズデータとして、転送されたので、これでホーム画面に戻ると、ごめんなさい、もう一回やりますね。はい、ごめんなさい、ちょっと WC4 を再起動します。たまにバグといいますか、調子が悪くてレンズデータが読み込まない時がございます。はい、今再起動してレンズデータがやっと画面に出てきました。この真ん中に 35mm ですよというマークと、先ほど打ったアイリスのデータ、これが実際に動かすと、レンズの絞りとこちらの表示が連動しているのが分かると思います。はい、でフォーカスも同じく、これでですね、先ほどと同じような機能がすべて使える状態になりました。一回じゃあプリマークディスクの、20インチ、これが僕のお気に入りのプリマークディスクなんですが、これをマッピングして、はい、これで先ほどと同じように、こちらのノブの、プリントとデジタルのレンズデータが一致するという状態ですね。たくさんこれでもう一回シネ RD のガイドを利用しながらピントを送ってみようと思います。はい、20フィートぐらいから6フィートですかね。はい、ありがとうございます。その位置でこれでシネ RT の距離情報とレンズデータが両方とも表示されている状態で、ガイドとして使いながらピントを送ることができます。じゃあ6フィートぐらいまでお願いします。はい、こうやって矢印を追いながらピントを送っていくよということですね。はい、ありがとうございます。今ざっくりこうやってレンズデータのプログラムをお見せしたんですけれども、これでレンズを交換する場合一回やってみたいと思います。ちょっと事前に今日使うすべてのレンズをプログラミング機能したカードに入れ替えをします。じゃあたくさんこれで、50mm、はい、はい、今シグマの 50mm に交換しました。LDS に対応しないレンズの場合ちょっと面倒なんですが、レンズ交換のたびにレンズデータの読み込みを毎回しないといけません。今このままだと35mm のレンズデータがまだこちらに残っているので、こちらメニューに入っていただいてレンズデータのトランスファーですね、選んでいただいて、これ昨日作ったファイルが残っているので、これは 50mm シグマの 50mm 選んで送るということですね。先ほどキャリブレーションしたのでこれはスキップします。はい、これでホーム画面に戻っていただくと、これでまた 50mm のレンズデータが入りました。20インチのマーキングディスクにマッピングもしているので、はい、プリントと基線が合っている状態ですね。もう一回歩いてみますか。はい、これで同じようにガイドを使いながらピン送りができますというのを一回じゃあ6フィートまでお願いします。はい、なかなかライブ配信でピントを送るというのも緊張しますね。ありがとうございます。こういった感じで使用していただけるかなという感じです。はい、ここでじゃあモーターを別のものに変えて同じことをやってみたいと思います。ということで、セッティングの都合上カメラごと交換いたします。ちょっとじゃあ高橋さん手伝っていただいて。8KHD、はい、今日このデモ用に使っているレッドなんですけど、これレッドのモンストロ 8K、 新しいカメラです。センサーがフルサイズセンサーを積んでます。でカメラが今すごい新しいんですが、モーターが少し古いバージョンの、UMC4 というモーターコントローラーと、これも少し古い CLM3 ですかね、モーターが2軸ついています。で、今こちらのチャンネルが6チャンネルなので、WC4 もそちらに変えます。
6チャンネルセット。はい。はい、お待たせしました。先ほど言ったように今これ UMC4 って少し古いモーターコントロールがついてるんですけども、シニア RT 使っていただく場合、基本的に先ほど使ってた L キューブに挿してたこのケーブルがそのままUMC4 に挿すことができます。じゃあ実際にシニア RT をつないでいきます。はい。先ほどと同じシリアル Y ケーブル、電源側とシリアルを接続して、はい、でこちらの先ほど L キューブに刺さってた、口なんですけど、こちらの、UMC4 のシリアルのポートにそのまま挿すことができます。はい、これでもうセッティングは完了で、まもなくするとこの WCU4 に距離情報が来ると。はい、たくさんじゃあなんとなく適当に10フィート程度に立っていっていただいていいですか。はい、ありがとうございます。よ、ちょっと明るすぎるので感動を落としますね。よっと。はい、ありがとうございます。はい、で、UMC4 なんですけど、同じようにWCU4 で作ったレンズデータを読み込んで送って使うことができます。今レンズが 85mm がついているので、レンズファイルトランスファー 85mm ということで送って、もう一回キャリブレーションし直します。ありがとうございます。お待たせしました。これで今キャリブレーションが取れて、レンズとフォーカスの制御が効く状態ですね。で、今85mm のレンズデータを送ったので、同じようにプリマークディスクのマッピング、またこのシネ RT の距離を利用してガイドとしてフォーカスを送ることができます。今これフルサイズセンサーで絞りも割と今開放気味なので非常にフォーカス難しいんですが、ちょっとトライしてみます。今が10フィートですね。ちょっと一回そこにバミリをもらっていいですか。ありがとうございます。はい、じゃあそこから、だいたい20フィートぐらい下がっていただいて、このたくさん一回そこから手前に歩いてみてください。お願いします。こういった感じで、非常に難しいんですが、このガイドを使いながらフォーカスが送れますということで、今マニュアルで僕が送ってるんですけども、レンズデータで、電子的な距離とあとシネ RT の情報があるとフォーカスのトラッキングということができます。どういうことかというとですね、よいしょ、こちら WCU4 のこのユーザーボタン、赤いボタンがあるんですけど、このボタンにフォーカストラッキングをアサインしてもらうことで、押している間だけこのシネ RT の距離情報の場所にフォーカスを持っていくよと、そういう機能です。一回その設定をやってみますね。ユーザーボタンに入って、フォーカストラッキング、これを押して選んでもらうと、ちょっと今フォーカスをずらした状態で、赤いボタンを押すと自動でシネ RT の距離情報の場所にフォーカスを持っていくと。でこれはどういう使い方ができるかというと、じゃあ高橋さん、ちょっとスレートの準備をお願いします。はい、
例えば今カメラ前にたくさんだいたい10フィート3ですね位置に立ってます。でこの位置からこのカットがスタートしますということで、当然フォーカスをここに置いてるんですが、じゃあ本番ということになると手前にスレートが入ってくるわけです。で今までですと本番前にヒュッと手前に送ってですねスレートが打って、でスレートが抜けたらもう一回戻してという作業が発生するんですけど、非常にピントがシビアなLF になってくるとこの作業非常に難しいです。毎回本番前にフォーカスを合わせ直さないといけないって非常に煩わしいんですけど、このフォーカストラッキング使ってもらうとフォーカス位置をこのノブこのままでヒュッと押していただくとカチンコにピントが来て抜けると戻る。もう一回入れていただくと、はい、で外すとでここからまたフォーカスを送り始めることができると。もう一回やってみましょうか。スレート入れていただくと自動でピントがあって抜けるとこうと、はい、こういった使い方ができます。これは先ほどお見せしようと思ったのを抜かしてしまったんで、今このセッティングでお見せしました。はい、一応ですねオートフォーカスとして使えはしないんですが、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。たくさんじゃあそうですね、奥から今のバミリの位置まで歩いてみてもらっていいですか。はい、で今回僕は一切フォーカスを送らずにこのトラッキングのボタンを押しっぱなしでちょっと状況がどうなるか見てみたいと思います。じゃあたくさんお願いします。この画面を見ていただくと分かるんですが、ちょっとやっぱ遅れつつフォーカスが来るかなという。じゃあもう一往復すみません、お願いします。そうですね、奥から手前のもう一回。はい、じゃあもう一度お願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに今この WCU4 の基線の周りの黄色いこの帯なんですけど、これは被写界深度の目安を示しています。この絞りと連動するのを見て分かっていただけると思うんですが、この黄色い幅の範囲内に入っていると、ピントが合ってるよという判断ができるという感じなんですけども、もう一回たくさん歩いてみてもらっていいですか。多分そうですね、この緑の矢印からこの振動の中の帯に入っているかどうかかなり怪しいかもしれません。お願いします。そうですね、今やっぱり振動の外に対象がいるという。ありがとうございます。はい、どうしてこうやって遅れるかっていうと、今ちょっとこのモーターとモーターコントローラーが古いというのもあるんですけれども、やっぱどうしてもこのワイヤレスリモートフォーカスディレイっていうのが発生します。なんで簡易的なトラッキングは使えるんですけれども、やはりそのフォーカスプランの仕事自体はなくならないよということで、ただ新しいモーターに交換しますとフォーカストラッキングの性能も完璧とは言わないんですけど、少しずつ良くなっていきます。ということでモーターを C プロに変えてトラッキングをやってみましょうか。ここでモーターをちょっと新しいモーターに交換します。これからこのセッティングでお見せするのはこの C モーションの C プロというコントローラー、こちらですね。ありがとうございます。これC モーションの出している新しいレンズコントロールなんですけど、今のところこれが一番高速なレスポンスができるレンズコントロールということです。で、モーターなんですけれども、L キューブ、いいです。これ説明しながらやります。はい、モーターなんですけどC フォース RF モーターとほぼ同じものです。でこのモーターはL バスケーブルを接続に使っているので、一番最初のセッティングと同じようにシリアル変換の L キューブ、これがシニアル T の距離を入れるために必要になります。でこれをじゃあ接続していきます。逆でした。はい、これをモーターから接続していただいて、はい、これで、キャリブレーション取りますね。
はい、でキャリブレーションと同時にハンドセットの電源も入れていきたいと思います。はい、こういうことですかね。下向け、こういうことです。あ、はい。これ電源入れるとき非常に派手なイルミネーションがつきますんで入れます。はい、非常に近代的な。で、今これでチャンネルが、はい、こちらのモーターとリンクしましたね。で、この状態で先ほどと同じように L キューブにこのシリアル Y ケーブルを接続していきます。これを挿していただくと、これでWC4 と同じようにこちらの画面にも距離情報が来ると。はい、今来ました。これで今見ていただいて分かる通り、シネ RT と同じ数字がこの C プロのハンドセットに来ているかと思います。これでシネ RT からの情報をもうすでに受け取っている状態で、フォーカスを送ることができるということですね。ちなみにこちらもプリマークディスクのマッピングができるので、こちらか、先ほど使ってた20インチのリングをこちらもつけて、同じようにマッピングをして使っていきます。プリマークディスクの20インチセレクト、はいはい、ちょっと WC4 とは表示の仕方がだいぶ違うんですが、同じように見えますかね、この緑のバーが動いている部分が今シネ RT が感知している距離の状態ということで、たくさんこれも一回歩いてみましょうか。はい、この2点で大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあこのガイドを頼りにちょっと一回ピントを送ってみますね。じゃあたくさんお願いします。これはなかなか慣れが必要ですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ごめんなさい、今大きなミスを犯しました。レンズデータ、これもマニュアルで設定してください。レンズデータをロードですね、今レンズが 85mm なんですが、85mm これを設定していただいて、はい、ごめんなさい、この作業を忘れていました。今みたいにレンズデータを読み込んでもらって、で距離情報が入っている状態、この状態になるとオートのトラッキング、先ほどと同じように使うことができます。今この C プロの真ん中のボタン、これを押すとオートフォーカストラッキングの状態で、離すと解除の状態になっているんですけれども、ごめんなさい、音名回復ということでもう一回やってみてもいいですか。たくさんがそちら、じゃあたくさんもう一回手前歩いてみてください。はい、いやなかなか難しいです生配信でぼかすとなかなかプレッシャーなんですけど、これ今ラージセンサーの LF で絞りが開放という非常に難しい状態です。で今マニュアルでやっぱり厳しいなというところがあるんですけど、オートフォーカスでやってみたいと思います。真ん中のボタンを押してオートフォーカスをオンにして、今これで距離計の情報の場所にフォーカスが自動で置かれる状態ですね。たくさん、じゃあこれで前後動きをお願いしてもいいですか。はい、お願いします。はい、やっぱり少し遅れてる印象はあるんですが、おそらく絞りをもう2絞り入れればフォーカスが来ているのかなというくらいです。一回そこから、もう6フィートぐらいまで来ちゃいましょうか。手前のさらに深度の浅いところチャレンジです。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっともう一回今の場面に戻って、もう一回そこから前進です。はい、やはり開放のスレスレの一番振動の難しいところだとちょっと厳しいというところですね。一回じゃあそこで手をパラパラしてもらってもいいですか。はい、今使っているこの C プロのモーターなんですけど、おそらく今あるモーターで一番レスポンスの速いモーターなのかなと思います。これだけの速さでフォーカスが遅れるんですが、
それでもまだ先ほどの資金のフォーカス送りはオートだとちょっと厳しいという結果でした。結論としてはフォーカスプランの仕事はまだまだなくならないかなということです。ただね、本当に難しいピントを送っててマニュアルでやってどうしてもうまくいかないっていう時にポンって押して、パニックボタンとして補助的に使ってもらう分には、良いかなと個人的には思っています。はい、一通りこれでワイヤレスの説明も、終わりましたかね。じゃあたくさんありがとうございます。はい、ワイヤレスレンズコントロールのパフォーマンスはこれぐらいにしてちょっとすみません後半グダグダしちゃいましたけれども新しい機材紹介できたのでいいかなと思います。一番最後のまとめなんですけども、今日距離計とリモートフォーカスのメリットばっかりバーッと説明をしたんですけども、超音波距離計またこのフォーカスリモートでやるやり方どちらもデメリットがありますというのを最後にちょっとお伝えしておきます。超音波距離計すごい便利なんですけれども数字を全部信用してしまうとやはり機材なので何か間違った設定をした時とかに間違った距離が表示されることありますので、数字に踊らされないようにとは言いますかフォーカスプラーとしてね計測されている距離が信用できる距離情報なのかどうかそれを判断するのも仕事の一つだよということで、覚えていただければいいかと思います。あともう一つ今オートフォーカスのトラッキングがうまくいかなかったようにですね、どんなモーターにもディレイがあります。例えばすごいハイスピードで動きの速いものを一瞬で追いかけるみたいなそういう撮影をしているときは例えばそのリモートフォーカスのその遅れディレイを見越して早めに送り始めるだとかもしくはもう最終的にはもう実際に手でフォローフォーカスでやっていただいた方がタイミングが取りやすかったりすることもあります。それはやってみていただいてですねリモートフォーカスが万能ではないということを覚えてもらいながら臨機応変にやってもらえればと思います。はい、今日ねご紹介したリモートフォーカス距離計というやり方なんですけれども日本の昔からのやり方とはだいぶ違ってきていると思います。ただ海外ではかなり主流になってきてですね、もう一つメリットとして、昨今騒がれているコロナウイルスの感染症対策現場でもですね撮影部に対して例えばカメラ周りに密集しないでくださいとか、あとは出演者の方に接触をしないでくださいとかそういった対応を求められることがだいぶ増えてきました。で、今回はそのワイヤレスなのでカメラからも離れられるし、超音波距離計を使っているので毎回スケールで測りに行く必要もないということで、どちらもクリアできるということで、非常に今求められている体制に合ったやり方なんじゃないかなと、個人的には思っております。ということでちょっと時間をオーバーしちゃいましたがシネ RT とリモートフォーカスのセミナーということでお話しさせていただきました。私からは以上です。では本日は長い時間、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。